7×17×37 吉正です。今日は何をするのかというと、ここをやります。フォローですね。今運転席に座ってるとこなんですけども、このフォローの内装、ここがガタガタになってます。でここのところがなんかプラスチックの部品がついてたんですけども、そこが割れてしまったようでした。でこれを今日は直していこうと思います。フォロー少し開けます。これがいいかな。はい、これぐらい開きました。はい、トランクを開けます。今これトランク全体ですね。トランクの助手席側、ここに赤いノブがあります。引っ張ってこういう状態にしておくと油圧が抜けて、モーターではフォローが開かないようになります。壊れてますね。ここに、なんかピンがなきゃいけないはずなんですが、そういうのも全部なくなっちゃったんですね。それからここの真ん中のカバーなんですが、外したのこれです。これもこっちには爪があるのに、こっちに爪がなくなっているというか、これ折れてます。ここも多分こういう箇所もこっちにはないね。すごくひどい状態になってますね。だれさがありました。フォローのロックのアクチュエーター、モーターですね。このシャフトが多分こっちにつながってて、こう引くような感じになってるんでしょう。ここも割れてるんですよね。この辺が割れてて、これとここがくっついてるようです。こっちは助手席側なんですけども、運転席側のここが割れていました。でここ四角い穴になってるんですが、この四角い、穴のところに、この白い突起が収まって、固定されるというような仕組みになってるみたいです。プラスチックを接着するんですが、新兵器を買ってきました。UV ボンディ、メイドインジャパンですが、これボンディックのバッタモンですね。最近流行ってる紫外線で固まる液体プラスチック、4秒で硬化、すぐ使えるっていうようなやつです。これでこの部品を直していってみたいと思います。はい、で中に入っているのはこれですね。接着剤本体みたいです。それから硬化させるための LED ライト、ちょっと操作しにくいんですが、ここにスイッチがあって、オンオフするみたいです。中にボタン電池っぽいのが入ってるので、これもしかしたら電池がなくなったらこれで交換できるのかもしれません。紫外線ですので、これを直接見ると目を痛める原因になりますので、直接見ないようにしましょう。説明書がこんな感じになってますね。ボンディック全く同じものだと思います。まあちょっとやってみましょう。どうやら一気にやらないで薄く接着して硬化させて、薄く接着して硬化させてっていうのを何回も繰り返してってやった方がうまくいくようです。このライトはちょっと工夫がしてあってスタンドになってるってことみたいですね。本家の方だと、この接着剤のケツの方にこれをくっつけてそのままにしか使えなかったんですが、この場合はスタンドとして使えるみたいです。こんな風にしてスタンドとして使うんだろうと思います。で本来、これは紫外線で硬化するものなので屋外でやっちゃいけないんですが、ガレージの入り口のところで少し太陽光が入るようなところで今やっています。では、折れた部品これですね。これをちょっとくっつけていってみようかと思います。うまくできるかしら、ちょっとドキドキです。ここにこうつくわけですね。できた。あ、もうついた。あ、取れた。ダメですね。
これ繰り返してやっていけばいいみたいですね。ちょっと液がいっぺんにたくさん出すぎる感じがするな。爪で触ってももうへこんでいかない。ちょっと思いっきりやってみましょうか。あっという間に折れた。なんじゃこりゃ。で折れるな。というかプラスチックがくっついてないな。プラスチックが相性が悪いのかな。こんな感じになりましたけども、怖いのでこれ以上触らないことにしておきましょう。もうちょっと持っておきましょうか。まあこれ力かかるところだしちょっと怖いですけど、まあこれでいいことにしましょう。さあでは次は車体の方行ってみましょうか。はい、ここですね。ネジで固定されてるみたいなんですけども、こっちになるんですが穴が塞がってるんですよね。こういうプラスチックパーツがついてて、ネジを取ることができないというようなことになっています。さあこれは困ったと。で反対側も同じようになっているので、この白いプラスチックパーツを取ることができない。そのために、この、内装をしっかり固定することができないというようなことになっています。しょうがないので、どっちか一方だけでいいと思うので、このネジのところにアクセスする穴をこのプラスチックの板に開けたいと思います。この辺りにプラスチックの部品がありますね。なのでこの辺に穴を開けてみたいと思います。うわっ、割っちゃった。割ってしまいました。なんですが、今中央にあるこのトルクスネジ、これが白いプラスチックを固定しているネジだと思います。多分 T20 だと思うんですが、反対側を押さえて回しましょう。取れました。この白いパーツなんですが、それをここに固定していきたいと思います。こんな感じかな。つけました。そしたらもう結構がっちりついた感じですね。それでは反対側の方には穴開けてないので、反対側の方を差し込んでからの、こっちを入れて、ここを最終的に、さっきのトルクスネジで留めるっていう風にしたいと思います。ここも直しておきましょう。早速割れた。ダメだな。外れた。意味ないじゃん。今回の補修は大失敗でした。接着剤を乗せる部分を紙やすりで荒らしたり、補強部品を入れると良かったのかもしれません。リベンジしようと思っていたのですが、しかしもっと深刻な問題が。ホロを開けようとしています。
モーターは動いていますが力が不足しているようです。ホロが持ち上がりません。 Z4RR のモーター水没か。内装の補修どころではなくなりました。そして次回、紆余曲折あってやっと取れました。運転席側右側なんですけども、オイルがにじんでます。